The Independent Practice 2.0 の第7回です。本日はですね、上達に大切な2つの要素についてご説明したいと思います。その2つの要素というのはですね、単独稽古と相対稽古の連携ですね。そのもう一つは、その具体的な発展形式ですね。それについてお話したいと思います。それについて、私ちょっと30年ぐらい前の私の話をしたいと思います。まだその頃私ね、大学生でした。合気道初段ぐらいだと思うんですけど、あるね、合気道のセミナーに参加しました。そこでね、前先生がこういらっしゃって、ね、こう、成果丹田大事だぞ。みんなわかるか？成果丹田は素晴らしい。こんなことがあったらできるんだ。でね、先生がおっしゃるわけです。説明されるわけです。それを皆さんこう、成果丹田すごいな。先生すごいな。あんなことできるんや。まあね、こんなようなセミナーだったんです。先生が成果丹田の素晴らしさをこう合気道を通じてこう表現して、みんながそれを、成果丹田いつか身につけたらいいな、できたらいいなって、考えるようなね、セミナーだったんです。私はそれに参加してたんですけど、ちょっとね、だいぶ違和感を覚えたわけなんですね。その違和感、何なのかというと、そこに参加しているほとんど皆さんですね。その成果丹田という技術ですよ。これをあまり具体的なものとして考えてないということなんですね。ものすごく素晴らしいものとしてあって、それはもう魔法の杖か、アラジンの魔法のランプです。もうそんな風に考えられている。それがあれば何でもできてしまう。でも今俺は持ってない。持ってるようになったらすごいな。あれ持ってる先生はすごいんだな。でも、すごいな。どうしたらできるんやろな。よくわからんな。そんなような感じなんですよ。ね、もうその時私は一応成果単純になるまで多少分かってたんです。でも、そのセミナーね、聞きたいことは、それをどうやったらレベルアップしたらできるんですか？どうやったら技の中で使えるんですか？っていうことは聞きたかったんですが、そのセミナーの先生はそういうことは全然あんまりおっしゃらない。説明されない。なぜかっていうと、そこに参加している皆さんがそんなことを求めてないからですね。みんなはその具体的な話が聞きたいんじゃないんです。成果丹田は素晴らしいんだということを聞きたい。ね、そんなセミナーだったんです。何がね、問題なのかというと、私その合気道を始める前に呼吸法をやってたんです。1年ぐらいですね。それをやってるおかげで成果が分かった。つまり、成果丹田っていうものは、それほど特別な技術じゃない。達人じゃなきゃできない。名人じゃなきゃできない。そんなものじゃないです。もちろんレベルの高いところは、そういうすごいものですよ。ただ、一番最初の処方は、誰でもできる。あるトレーニングを継続的にやれば、誰でもできる。そういった能力なんですね。それを私は1年間ぐらい、1日30分ぐらいずっと呼吸法をやることによって身につけられるわけです。だからそれを特別な意識はないんですね。それをでも、合気道の稽古の中、実際の動きの中でこれを身につけようとすると、すごくそれは難しい。ですので、これ、単独稽古と相対稽古、それを連携させることによって、今その成果丹田っていうのがね、身につくわけです。この連携がすごく大事なんですね。これがないと、ある技術に対して、すごいな、でもできないな、できたらすごいんだろうな、って憧れの気持ちだけで終わってしまうんですね。で、もう一つは具体性です。具体性についてちょっとね、図を出したいと思いますが。よいしょ。具体性ですね。これ成果丹田を例にして説明してますけど、具体性っていうのはこういうことですね。最初のうち体っていうのはどんな感じかよく分かっていない。そこでお腹の中ぐらいに成果丹田がある。ここら辺にあるみたいよ、あるのかなっていうところから始まって、具体的にでも体自体も、どういう骨格があって、どういう筋肉があって、自分の体はどうなってくるかしっかり分かっていて、その中で成果丹田はこの位置にある。この位置にあるときに筋肉がそれによってどうやって作用されて、骨格がどういう影響を受けるのか、意識がどういうふうに変わっていくのか、そういったことはね、
このぼんやりした状態からはっきりした状態になっていく。これが具体化ということですね。どんなテクニックのこの具体化がすごく大事なことです。これが上達ということでもあります。ね、成果鍛錬についてはこういうことですけど、他の技術でも同じことです、これは。よいしょ。はい。このね、今日はこの上達して2つの要素。単独稽古と相対稽古。この連携が大事ですよというお話と、その上達のテクニックの部分を具体的にどんどん発展させていく。この2つですね。この2つが非常に大事だというお話をしました。次回はですね、実際この単独を身につけたいろんなテクニックですね。そういったものが、具体的に何ができるのか、どういった、状態になっていくのかということを私の実例をね、示して、いろいろお話をしたいと思います。今日は長い間ご視聴ありがとうございました。